日本の美意識がすごく高いって言われてるんですけど、そこを感じた時とか苦労したことなんかありますか？やっぱ若い子いいねみたいな形で男性が言うんですよね。日本人の国民性的にいいところでもあるんですけど、 How have Japanese beauty standards affected you? That's the question that we're gonna go and ask to alternative fashion people at the Triple Fortune Spring Tea Party. There's some very moving stories you should know about. So let's go and ask Japanese. 日本は美意識が高いって言われてるんですけど、そこを感じた、いつの時にそれを感じましたか？そうですね。なんか、やっぱり年齢若い方がいいみたいな形で男性がたまに言う時が、耳に入ってきたりとかもするんですけど、そういうのを聞くとちょっと悲しくなりますね。なんかもう見た目だけだなっていうのがすごく悲しいなって思います。若くいられるように結構プレッシャーがあるんですか？前ほどはなくなりましたけど、やっぱ少しありますね。やっぱり年を重ねるときに、綺麗に年を重ねていかないと、やっぱりちょっと嫌な目で見られるのかなとか思ったりはするので、その努力はしたいなとは思ってます。どうやって感じてしまいましたか？前の職場とかで、やっぱり若い子が入ってくると、やっぱ若い子いいね、みたいな形で男性が言うんですよね。それがすごくやっぱショックですね。なんか、別に年を重ねたからって劣化していくわけではないのに、なんか若い子だけが特別みたいな形にどんどんなんか言う形、なんか、でも男性が良くないんですけど、そういう風に言うのが、ちょっと悲しいですね。ショックですね。ある意味、じゃあ仕事に関係ないはずなんですよね。やっぱりそれが、やっぱそういう風な刷り込みじゃないですけど、があると、ちょっと悲しいなって思います。自分の美意識、日本の美意識は自分の人生どうやって影響しましたか？私は、やっぱり今社会人になって、やっぱ先輩方に、他の人とかにも普段って休日とかはやっぱメイクするのとか聞かれて、私メイクのやったことがないからわからないんですよねって言ったら、もう何歳なのにとかっていうのを言われちゃって、高校生の時とかしないのって聞かれて、いや、高校の時メイクダメだったんで全然触れてないんですよねって言ったら、みたいな、その人にとっては、多分バカにした感じではない。ただ、そうなんだっていうニュアンスでも、こっちからしたら、何歳、もう社会人なのに、メイクの一つもできないんだみたいな言い方になっちゃって。確かに一回インタビューで出たことなんですけど、女の子が理不尽なことは高校生の時にはメイクしちゃいけないけど、社会人になったら急にメイクしないといけないことになっちゃう、そういうことにつながってるんですかね？そうですね。やっぱり高校は絶対ダメ。でも高校から出たらある程度はできないとダメだよっていう謎のじゃあ高校卒業したらいいのかっていう感じでも、やっぱ肌の弱い子もいるので、やっぱ私は肌が弱いからしないんです。でも、って言ってもやっぱある程度はやっぱ、しとかないと最低限の身だしなみは整えないとダメだよ、みたいな。じゃあそれなら高校の時にちょっと教えてくれたらいいんじゃないかなっていう、今ずっと思ってはいますね。逆に自分は美意識を高めるために何かの努力をしたことありますか？例えばダイエットとかメイク買うようにとか YouTube 見ましたとか、なんかやりました？私も肌弱くてあんまりファンデとか塗れないので、地肌をきれいにするために食事をなるべく気をつけるのと、あと半身浴を絶対するぐらいですかね。半身浴って何ですか？このぐらいまでお湯溜めて、でお湯に浸かるんです。で汗がいっぱい出るので、それで老廃物が出るっていうのがあるんですけど、それは絶対するようにはしてます。丸ごと入るんじゃなくて半分がいいんですか？半分、このぐらいですけど、大体、半身浴は本当はこのぐらいがいいっていうのは、心臓に負担がかからなくて、長く疲れるっていうことでいいみたいです。勉強になりました。これ、今度やってみます。私、丸ごといつもここまで入っちゃうんで。でもそれも気持ち切れば全然大丈夫だと思います。私はここだとちょっと苦しくなっちゃうんで、半身浴でやってます。じゃあ来週やってみます。どうですか？自分の美意識で変わりました？やるようになりました？私やっぱダイエットと、
あとは結構、引き締めるために筋トレだったりとか、私もちょっと汗かくこと自体が好きなので、サウナに行ったりとか、岩盤浴に行ったりとか、そうですね、いっぱい、自分がやっぱこの服を着たいからもっと綺麗になりたいと思って、ダイエットと筋トレと頑張って、今も続けてやってます。ダイエットで困ったことはありますか？甘いのが好きなので、それをやっぱ我慢するのが一番大変かなって思ってます。わかります。やっぱり痩せたい部分っていうのがやっぱ足なんですけど、足が一番痩せにくくって、本当にこれは効果出てるんだろうかっていう不安も残ってるのと、私も甘いのが好きなので、ちょっと糖分を完全にはカットしきれないのがちょっと辛いかなって思ってます。日本の美意識がすごく高いって言われてるんですけど、そこを感じた時とか、苦労したことなんかありますか？苦労というか、周りでやっぱ可愛いロリータさんとか、他の日常生活でも可愛い女の子とかを見ると、なんかやっぱ自分と比べてしまって、ちょっと落ち込むというか、そういう時にもっと可愛くなれたらなっていう感じになったりすることはあります。やっぱり女性のあるある、周りと比べてしまう。自分もなんか美意識でなんか苦労したことありますか？私は、ちょっと太ってしまった時期があったりしたので、それをちょっと自分の中で折り合いつけるのに苦労しましたね。でも日本の、正直言うと日本の太ってれば海外で太ってないって結構あるんですけど、やっぱりその痩せような文化が日本強めだと思いませんか？思いますね。やっぱりほっそりしてて綺麗にお洋服を着こなせる方を見るといいなって思ってしまいます。なんかちょっとそこいな女性的になんかプレッシャーとかはあるんですか？ダイエットしないととか。ダイエットしないとっていうプレッシャーはやっぱりありますね。してしまいましたか？したり、やめたり、したりで自分にちょっと甘い感じではあるんですけど、時々してます。逆になんか可愛くなれるために苦労したことなんかありますか？なんか、これやってしまった。私すごくバナナダイエットやりすぎてお腹すごい壊したこととかあったんで、あれはもうやらないみたいななんですけど、なんかありますか？やりすぎてしまったことはそんなにないんですが、でも一時期細かった時期はやっぱり体を壊しやすかったので、やっぱり適正体重というか、そういったものは意外と大事なんだなって思います。何キロだったんですか？私165センチあるんですけど、50キロぐらいでした。結構安すぎじゃないですか？その時は結構どんなお洋服でも着れましたね。着れるのはいいんですけど、体壊しちゃいそうですね。そうですね。日本の美意識がとっても高いって言われてるんですけど、そこに自分の人生にそういう影響がありました。私はすごいアトピー肌が生まれつきあって、やっぱり花粉症の時期とか花粉症もあるので、今日もそうなんですけど、目が腫れちゃったりとか、そういうので肌のトラブルがあって、お化粧ができない時もありますし、やっぱりノーメイクに結構、最近はそうでもないかもしれないんですけど、ノーメイクに厳しかったりするので、なんか女性としてこうあるべきだみたいな像が結構強くて、そこが日本だと辛いかなって思う時はあります。ってことは女性だからメイクしないといけないんですか？そうそう、なんか、女の子だから絶対メイクして外出てくださいみたいな、仕事行くときもそういう風にお化粧して出てくださいねみたいな風潮があるのがちょっと大変かなって思います。メイクしないとどうなっちゃうんですか？これはコロナ禍で良かった面なのかもしれないですけど、そういう、なんでしょう、昔みたいに、あの子化粧してないよ、社会人としてダメだねみたいな風潮は少し薄れた気はしますけど、結構そういう雰囲気が日本にあったのかなって思います。自分の美意識がなんか困ったことありますか？日本の。日本は、こうやってロリータ服もそうですし、個性豊かな文化が多いじゃないですか。漫画、アニメもそうですし、その個性を許さない文化もあるんです。日本人の国民性的にいいところでもあるんですけど、周りに合わせる協調性みたいないいところでもあるんですけど、でも結構海外だと個性を意識する
そして、実力主義みたいなところもあるじゃないですか。でも日本は、割と、やっぱ、ちょっとそうではないので、みんなと一緒が大事って。みんなと一緒が正義みたいな部分があって、それによって苦しんでいる、特に若い子はすごく多いと思うんですよ。まあ若い子だけじゃないですけど。一番影響しやすい年ですもんね。うん、そうそうそう。個性豊かだったので、そこを結構周りに反対されてきたので、でも、よく考えたら、本当に、決して一切悪いことではないんですよ。人の個性っていうのは、生まれ持ったものですし、自分が培った、ものの中で得たものですから、ある意味宝物のようなものだと思うんですよ。だから、それを決して、周りに言われて、私ダメなんだなって、やっぱやめなきゃいけないんだって、大切なね、お父さんお母さんがこう言うからとか、お友達が言うから、周りの人が言うから、やめなきゃいけないんだって思っちゃう気持ちもわかるんです。すごくわかる。わかるんですけど、でも、忘れないでほしい。一人一人の個性っていうのは、なくすものではないし、輝く時が絶対来ると思うんですよ。輝かせることができると思うっていう人なので、っていう感じですね。もう、本当に。頑張りたい。好きっていう思いをなんかずっと持ってれば、その時は親に反対されてとか結構大変かもしれないけど、大人になれば、これは若い方に向けてかもしれないです。大人になれば自分で好きにできる、なんでしょう、時間もお金もあったりするから、なんか好きを諦めないでほしいなっていうのはすごい思います。本当にその通りだと思います。好きなことは諦めないで。諦めなきゃいけない環境とか、どうしてもどうしようもない時ってやっぱあると思うんですよ。本当に。国によって特にそうかも。そうそう。それは本当にあなたが悪いわけじゃないって言いたいです。本当に。自分を責めないでほしいし、でも表に出せなくても心の中では思ってられる。そこは自由じゃないですか。またいつか自由の時間が来るかもしれない。そうそう。は諦めないでほしいとは思いますね。諦めないで。Never give up. Never give up. Beauty standards in Japan are not as harsh as in other Asian countries, but they're still quite harsh compared to countries like I find Germany. We're pretty loose about our beauty standards. But one of the things is always if you really feel constricted and uncomfortable by beauty standards, see if you really have to follow them, because sometimes living a little bit different, dressing a little bit different, and doing the things that you like are so much more important than conforming to society. I hope you enjoyed this video. If you want to be a little bit more unique and find out a little bit more about some unique Japanese people, check out this video up here for more from Japan. Thanks for hanging out, and I'll catch you soon on Ash Japanese.